ネクスジの中でも最初のケミと言っても過言ではないもやけん。始まりはもちろんオーディションでの伝説のオレテン。デビューしてからの最新ケミ集もたっぷり紹介します。福岡ケミに最強ユーハル、最近公式公認ケミ面になったときず、ネクスジの中にケミは数多くありますが、これがケミの始まりだと言えるのはやっぱりもやけんのケミではないでしょうか。最近では美女が大爆発で万バズなされた噂のイケメンソボン様に、人気漫画女神降臨のキャラクターに似ていると噂のイケメンもや様。この2人の歴史と最新イチャイチャ事情を丸裸にしちゃいます。ちなみに今回オーディション最中についてはゴニオケンと呼ばせていただきます。まずは2人の歴史を振り返りましょう。オーディション時、明らかにリーダー格で実力もトップだった JYP 練習生ともやと、一般参加者で歌もダンスもど素人兼の真逆の組み合わせなだけに、ファンもこの2人のケミには胸にぐっとこみ上げるものがあるんですよね。2人のケミの始まりといえば、日本合宿でのチームミッション、持ち特技でのパフォーマンス、実力の足りないソケンと同室の友や、遅くまでケンの練習に付き合う優しさにキュン。そしてケンもさすが B 型ポジティブ人間。うまくいかなくても友也の言うことをしっかり聞いて、ちょっと褒められるとすぐにルンルンしちゃうところが子犬みたいで可愛い。普通練習生と同室だったら緊張しちゃいそうだけど、ケンのコミュニケーション能力と人懐っこい雰囲気が友也と波長が合うのかも。2人で練習する姿を見るともうすでにケミってる感じがする。一緒に努力してる姿が良い。そして日本オーディション最後の市政球部の審査で、オーディションメンバーの友情度を知るために書いた手紙では、友也はケンに手紙を送っていたんです。ご飯を食べてる時も笑わせてくれて、ケンのおかげで楽しい。でもい、実力の差はあっても中身は高校生の男の子。歌やダンスの経験とか関係なしに、同じ夢を追う仲間として過ごしていることが泣ける。もうすでに最高なケミになる姿がうっすら見えてる。そして韓国オーディションでもやケンケミを決定的なものとする出来事が、2024年9月14日放送の沼にハマって聞いてみたで、二次プロジェクトハマったさんセレクトの名場面でも選出されていた二次プロ2の名場面中の名場面、オレテン。沼ハマでも N インタビューを受けたネクスティの皆さんがこぞってこのシーンが印象に残っていると言っていたけれど、ほんと二次プロ2の超絶名場面。このシーンで二次プロ2を見ていた日本中の女子が友也に恋をしたと言っても過言ではない。そしてまだデビューしてもいないのに、もやけんっていうワードまで飛び交ってたほどネクスジの中の古参ケミ。いやいや、こりゃ最強ケミ確定でしょ。なんというか、ただ仲良しなだけじゃなくって、ものすごい絆を感じるのよこの2人、別格。そしてネクスジとしてデビューしてからも、ケミの強さを発揮。ゴニといえば自己紹介でいつも、チャームポイントは、口の横にあるチョコチップ、と言っていて、ほくろをチョコチップって表現するのおもろ、と思っていたら、なんとチョコチップの名付け親は友也なんだとか。ネーミングセンス最高すぎ。なんだか美味しそうに見えてくる。しかも友也が命名したくせに、実はチョコチップを取ってほしいという。おいなんでや。ネクス時内の投票で、チョコチップは維持と決定したけれど、いやいやチョコチップは死守でしょ。絶対ネクスティはチョコチップ大好物なので、気がついたらなくなってたとかやめてください。ちなみにゴニー曰く、チョコチップはカカオ 97% らしい。めっちゃ苦くて爆笑。そしてネクスジ Vlog ではショーケースで福岡に行った時に、メンバーで観光を楽しむ様子が、海ではしゃぎ、美味しいものを食べるネクスジメンバー。そしてもやけんは安定のラブラブ。海で手つなぎエモを。波打ち際ではしゃぐカップルか。そして要所要所で友也がさりげなくボディタッチしまくっているのがまた。そして車内では海鮮丼の美味しそうな看板を見たというゴニに、友也が俺が海に釣りに行って作ってあげるよと。それに対してマグロが食べたいというゴニ、海鮮丼食べたいゴニと釣って食べさせてあげたい友也。の図はいいんですが、いやーマグロはさすがに釣れないだろう。この辺りのすっとぼけた2人のやりとりもおもろい。そして2人で楽しそうに流しそうめんを楽しんでいる姿にも癒されますよ。距離感近い。もやけんはフィーリングが合うのかな。ネクスジメンバーみんな仲良しだけど、このケミはイチャイチャしてるってよりは何か違うものを感じる。そしてネクスジの最新曲、Keep on Moving のビハインド映像でも仲良しっぷりを発揮していました。ゴニをインタビューして振り付けのポイントを教えてという友也。一生懸命話すゴニをわざとフレームアウトさせてキャイキャイ遊ぶ2人。ゴニの笑顔が可愛い。あなた天使や純粋な天使や。
そして意地悪してるともやも天使や、他にもアルバム封入特典をメンバーで開けている時にも盛り上がる2人。それぞれのトレカにキャッチコピーをつけるなら、ともやが振ると、見える、今日ヒゲ剃り忘れた、というともや、大喜びなボニー。ファンからしたらそれってあまりにも爆弾発言で、ヒゲ剃り、見やすひげ生えるの、手を慌てなのに、ボニは100点、とキャイキャイ。周りとの盛り上がりの温度差が違う2人、大丈夫か。そしてセイタのカードにボニが、伝説の馬、と言ってともやが爆笑。もうこの2人いたずらっ子、万年より子供。他にも CD をボニの服の脇に入れて遊んだりと、おふざけいっぱいでした。ネクスジファンはもやけんケミについてどう思っているのでしょうか。もやけんの原点振り返り、ともやくんの自分のことより仲間のことを思いやって、最後まで寄り添えるところが日本合宿のこの時点ですでにできることがすごいし、それに応えようと全力で努力して、その感謝をまっすぐともやくんに伝えているけんくんも素敵。それを優しく包み込むせいたくんも尊い。ともやのダンスレベルテスト見てこんな顔してたけんちゃんが虹の奇跡で韓国合宿へ。でも自信なくしてるけんちゃん励ましておれてん。からのビリの逆襲。デビューした今、ネクスジとして一緒に活躍してるもやけん。なんだか特大感情湧いてきてエモエモのエモで発狂しそう。癒してる。もやけんさ、さらっとしつつ強い絆のある男の友情感たまらん。けんくんの成長にともやくんは外せへんと思うけどけんくんの存在もともやくんには大きかったやろな。今となってはけんくんがともや違うっていうんやもんな泣いちゃう。もやけん方向音チケに最高。2人で一生迷子ロケしてくれ。もやけんさ、俺てんしてる時のボンちゃんの笑顔宇宙一かわいいやん。楽しそうなもやけんの笑顔を永遠に保護。なんかさ、やっぱりもやけんって似てるんだよね。ノリとか同じだし、笑いの息ぴったりだし、2人でいるともやが男子高校を産みたくなるのが好きだし、けんちゃんほんと素直で可愛い。ファンもこの2人に関しては特別なケミ感がある。オーディション初期からのケミで、ブリリーダーともや、ビリの逆襲祖ケンの組み合わせだからより一層エモいんですよね。もやけんケミ、いかがでしたでしょうか。最近ネクスジを知った方は、ぜひニジプロ2のオーディション初期から見返してみてください。2人のケミの絆の強さが本当によく分かって、そんな2人が同じチームでデビューして、同じステージに立ってあんなに難しい歌とダンスを踊っていることに号泣間違いなしですよ。ちなみに余談ですが、この2人ともやが A 型でゴニが B 型なんですが、 A 型と B 型は対照的な性質が刺激的な関係を作り出す相性と言われているらしく、確かにタイプは全く違う感じなのにいい化学反応が起きているような、もはやどっちが上でどっちが下とか実力の差なんて感じないほど、なんならモデル業はゴニがめっちゃすごい力を発揮しているような、間違いなく努力して高め合っていくネクスジ最強の絆のケミですよね。これからもみんなでもやけんケミ応援しましょう。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。